おはようございます。俊也です。今日は車をピカピカに鏡面仕上げに磨いていきたいと思います。車検も取ってイベントにも展示して、なんかこの車もう完成した感が出ちゃってるけど、まだ僕の中では完成には程遠い。まだ仕上げ磨きをやってないんですよ。そう、磨き。僕の中で完成度まだ 60% ぐらい。このボンネットの磨き傷みたいな、ここもや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 したようなすっきりしない仕上がり、まだちょっとね下地のペーパー目が残ってるようなそんな感じになっちゃってるんで、これも磨いてボディをすっきり綺麗に仕上げていきたいと思います。余計なところにコンパウンド飛び散ってほしくないから、そういうところは新聞紙で養生してからやっていきます。ちょっとね、イベント間に合わせるためにとはいえ、こんなみすぼらしい状態でイベントに並べてしまって本当申し訳ない。ただもうイベント自体はね、もう申し込み書も出して出ることは決まってたから、もう仕方ない。次どこかのイベントに出せる時があったら、綺麗な状態で出せるようにね、ちゃんとこの車を仕上げていきます。今までこの車を磨いてきた過程を少しだけおさらいしていきます。もともとの状態は真っ白く酸化して艶もなく鏡には程遠いような状態でした。アルミを磨くというのが僕自身初めての作業だったので、いろんなコンパウンドを使い分けして一番綺麗に磨ける方法を模索しながら今まで車を磨いてきました。それなりに悪くはない仕上がりにはしてきたつもりなんですけど、でもまだ完成度が足りない。もっとすっきりしたツヤにしたい。ということで今回より上のレベルを目指して磨いていきたいと思います。はい、マスキング終わりました。飛び散って後々掃除が大変になるような場所。このエアクリーナーのところとか、あと室内とか、この辺は新聞紙でマスキングしちゃいました。フォロー外してもよかったんですけど、外したところで結局室内にねコンパウンド飛び散っちゃうから、もうそのまま新聞紙で囲ってます。で後ろの方に回ってくるとこういう感じ。この辺のフェンダーとかは後々また別で磨き入れるから、とりあえずこのままかな。磨いてて養生した方がいいなと思ったら途中で追加するかもしれないです。これまでこの車をいろいろな材料を使って磨いてきたんですけど、一番綺麗に磨けたなと思ったのはね、このスカットル。ここを磨いた時ですね。こうやってボンネットと見比べると、スカットルの方がこう黒っぽいというか、艶が深いというか、ここがね、一番綺麗に磨けました。艶出し剤で綺麗になったっていうよりかは、こうベースがよく磨けた。そんな感じです。で、ここを磨くのに使った材料が、このポリッシャーにウールバフをつけて白棒っていうこういう材料で磨きました。これがね一番よく磨けます。これ以外にも赤棒っていうのもあるんですけど、赤棒で磨くと逆にこの傷がちょっと深く入りすぎちゃうんで、ちまちまこの白棒で磨いていくのがね一番効率が良さそうな感じがします。ボンネットもね同じように白棒で磨いたんですけど、作業台に乗せて磨きをやってたからボンネットがねちょっとこう安定しなかったというか、力が加えられなくてあまりしっかりと磨けなかったから、こういう風にねちょっと磨きムラが残っちゃってたんですけど、今回この車に乗っけた状態で磨き入れるんで、もう少し綺麗に磨けるんじゃないかなと思っております。そして車の側面、こっちは白棒を使わずにメタルコンパウンドのみで磨いたんですけど、もうこっちはねなんか完全にこう曇っちゃってますよね。これアルミの曇り、白ボケじゃなくてベースが全然磨けてないからこういう感じですね。見比べるとわかるかな。これが側面、メタルコンパウンドのみ。そしてスカットル、全然反射ぐらい違いますもんね。やっぱり下地からしっかり磨き入れていかないとこのすっきりとしたツヤは出なそうなんで、もうガンガン磨いていきたいと思います。突然ですがここでイベントのお知らせが2つあります。1つ目は7月の23日石川県の自動車博物館にて
カーチューブソニック2023っていうイベントに僕は出させてもらうことになりました。谷口さん主催のイベントで YouTuber の車展示したりとか、トークショーがあったりとか、グッズ販売があったりとか、いろいろやるみたいなので、ぜひ皆さんご来場お待ちしております。そして2つ目、別イベントなんですけども、7月の30日、栃木県那須動物王国で行われるジムニー夏フェスっていうのにも出ることになりました。もちろんジムニーイベントなんで、僕はジムニーで参加したいと思います。参加台数はジムニーだけで500台並べるみたいです。かなりイベントの規模はでかいと思います。一般見学は無料。もちろんジムニー乗ってなくても見に来ることはできますんで、ぜひ皆さんご来場お待ちしております。イベントの詳細はサブチャンネルもしくはツイッターで追加情報があればどんどん更新していきますので、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。白棒で磨いただけでこの反射具合。まだ粗磨き状態ですからね。これから艶出しをかけていくんですけど、やっぱり下地がちゃんとしてると映り込みが全然違いますね。後ろ側はこんな感じ。そして反対側。もうこのままでもいいんじゃないかっていうぐらいめっちゃ綺麗なんですけど、光の角度によっては、ほら、こんな感じでね、バフ目が、ギラギラしたバフ目がね、いっぱいついてるんですよ。こうやって正面で見るとギラッギラだけど、透かしでギラギラが出ないとめちゃくちゃ綺麗。ということで、この後はこの磨き傷、バフ目を消すために仕上げ磨きをやっていくんですけど、昨日、このボンネットをね、こうちょこっとこことこことこことってこうブロックに分けていろんな材料を使ってね磨いてみたんですよ。どれが一番綺麗に磨けるかなっていう感じで、このホワイトダイヤモンドとか、あとオートグリム、普段塗装を磨くために使ってる普通のコンパウンドとかで、他にも、青棒を使ったりとか、機械もねいろんな機械使ってみてやったんですけど、多分カメラだとそこまで違い映らなそうだし、どのコンパウンドがどんな感じとかって言ってもそれはそれで長くなってしまいそうだから、今回そこは省きます。ちなみに磨くのに使ったウエスでもねだいぶ仕上がり変わってくるんで、メリヤリウエスだったり不織布のウエスだったりいろんなやつ試して実験した中で、僕が一番良かったと思うやり方で今回磨きを仕上げていきたいと思います。ということで、まずはこのポリッシャーに次は青棒をつけて、白棒じゃなくて青棒をつけて磨いていきます。磨いた違いがわかるかなと思って画面半分だけ磨いてみました。右側が青棒で磨いた方、左側が白棒で磨いたままの状態です。磨いた傷が細かくなって若干ツヤが深くなったのが分かりますかね。青棒で磨くとこんな感じになるので、車全体を磨いていきたいと思います。こんだけ一生懸命磨いてるけど、この後イベントに車を並べる予定はありません。そう、谷口さんのイベントをケータハムじゃなくてインプレッサで行きます。家族全員で参加する予定なんで、すいません。だから並べる予定はないけど、自分のスキルアップのため磨いてます。機械を使って磨くことができなかった部分はブルーマジックを使って手作業で仕上げました。ボンネットのヒンジとか足回りの隙間とか、こういうところは4時間かけて手作業でやってました。白棒の磨きで8時間、青棒の磨きで4時間、手作業での磨きで4時間、ここまで計16時間かかってます。一番時間がかかったのはボンネットのルーバーですね。この辺、ここにねコンパウンドがすごい溜まるの。
青棒の磨き終わりました。多分最初の白棒やってたのとそんなに見た目変わってないです。若干ツヤの深みが出たかなぐらいですよね。カメラで見ても多分分かんないと思うんですけど、肉眼で見ても分かんないです。若干ツヤが出たぐらい。反射具合とか色が濃いっていうのかな、こんな感じで鏡面というかなんというかこう映り具合がいいのはね、青棒仕上げなんですよ。ただこのバフ目オーロラマークっていうんですけど、これがねどうしても入っちゃうから、見る角度によって目立ったり目立たなかったりするから、一番目立つ角度で写真撮ってみました。結構目立ちますよね。なので次はこのオーロラマークを消していきます。仕上げはこれブッシュ、これで磨いていきます。ものすごくコンパウンドがね細かくて、でなおかつちょっとこう表面コーティングかかるような感じになるコンパウンド、金属磨き用のコンパウンドです。使っていくウエスは不織布のウエス。普通のメリヤリウエスでやるとちょっと傷っぽいこう磨きの拭き取り傷みたいなのがつくから、どっち、こっちの方がちょっとバフ面目立つね。じゃあちょっとこっちやってみましょうか。こんな感じで、もう感覚的にはね、もう優しくワックスをかけるのより優しく。そうすると最初コンパウンドがねジャリジャリしたような感じで磨けるんですけど、徐々にそのコンパウンドの粒子を砕きながら細かくしていきながらこうツヤを出していくような感じ。磨いてるところがどんどん黒くなってって、この黒くなったところをさらに磨き続けると、このね黒い奥の方にツヤが見えてくるんですよ、アルミパネルのツヤが。その段階まで来て、ちょっとこう表面乾いたかなぐらい、このぐらい、この状態でウエスで拭き取ります。これダイソーのマイクロファイバーウエス、これで優しく拭き取ります。そうするとこんな感じ。めちゃくちゃツヤが出てバフ目がなくなりました。多分この方法が一番綺麗にできると思います。ただブッシュで磨くと油分があるからかコーティングがかかるからか若干白っぽく曇ります。でもいろいろ試した中でツヤの感じはこれが一番良かったので、ライブ配信で手磨きやってました。そう、かみさんと一緒にライブ配信で2時間磨いてたんでしたっけ。ここまで来るとちょっと頭おかしい人ですよね。配信終わった後もさらに手磨きで2人で磨き続けてました。はい、ということで手磨きで結局4時間ぐらいやってたのかな。かみさんと2人でああでもないこうでもない、こっちはちょっとツヤがいまいちとか、ここまだ傷が残ってるとかやりながら4時間手磨きで仕上げました。まあ頑張った甲斐があってね、めちゃくちゃ綺麗、本当にやばいぐらい綺麗。この側面の反射具合とか、ほらもう車が光りすぎてピント合わないですもん。こんな感じ。マフラーの反射具合とかやばいよね。そしてバフ目もね完全に消え去りました。正面から見てボンネットが一番目立つんですけど、それもかなりね綺麗になった。太陽光の下で見るとこんな感じ。めちゃくちゃピカピカ。蛍光灯の下で見るよりもちょっと雰囲気が変わりますね。実は昨日磨いた後の方が輝きがすごかったです。今日昼間見て、あれなんか若干曇ってると思って、たった半日だけどもう白ボケが始まってます。アルミの酸化が進んでるんだね。磨き上げた直後の方がやっぱり輝きは綺麗で、ポリッシャーのバフ目もなくなって全体的に均一な輝きにはなったんだけど、やっぱりまだね磨きムラが見えるね。バフ目じゃなくて
この艶のある場所ない場所というか、こう若干こう白ぼけてる場所というか、磨いた時の磨き加減で若干変わってくるんで、もうその辺がねすごく難しい。ただこれね、拭き取りのウエスで撫でただけでもうっすらこう線傷みたいなのが入るから、もうこれ以上はねどうしようもできない。僕の今のスキルじゃどうしようもできない。なので、今回はここが完成地点ということで、ボディの磨き終わらせたいと思います。これ以上磨き上げる道具とかコンパウンドも持ってないし、というか知識もないし、もっともっと技術磨いて、もっと高い完成度を目指したいと思います。ちなみにかみさん曰くね、このアングルが一番綺麗に見えるそうです。マフラーの反射具合も見えて、ヘッドライト裏とかの塗装も綺麗なのが見えて、そしてボンネットのギラギラも全て透かしになるから見えなくなるという、このアングルが一番綺麗に見えるらしいです。そしたらアルミを磨いててちょっと気になったへこみとかがあったので、それを直していきたいと思います。ここねちょっとへこんでるんですよ、ボツボツっと。で裏側から押し出すこともできないんで、ここ内張りついちゃってるから、だからこんなの買ってきました。これホットボンドのが、こういうやつにホットボンドつけて、ここにこうくっつけて、外側からこうパネルを引っ張ってへこみを直すやつ。これ買ってあったんで、これでへこんでるところ直していきたいと思います。これ Amazon で売ってた1万円ぐらいのセットですね。グルーガンとかこのスライディングハンマーとかこのアタッチメントとか全部セットになったやつ。元のへこみの状態はこんな感じです。ボコンとへこんでんの分かりますか？これを直していきます。このアタッチメントみたいなやつにホットボンドを盛り付けて、これ使ったことないんですよ。うまくできるか分かんないんだけど。でこのへこんでるところにむにゅっとくっつける。これで固まるのを待ちます。今回これ使います。この握るとここが引っ張られてこうへこみを引っ張り出せるやつ。これを使って、お、いけそう。お、いい感じ。そうだ、そうやって少しずつ出てくるんだ。いい感じ。これを繰り返していけばへこみが出てくるかもしれない。はい、ということで2時間格闘してみました。全然変化なし。若干は良くなったかな。でもまだへこみ全然残ってますね。それなりにはねくっつくんですよ。で引っ張ることもできる。ただこの急所、こうピンポイントでこうピーンってこうへこんだようなやつ、こういうのはね出し切らないですね。こうどうしてもこう接着面積が広くなっちゃうから、周りも一緒に出てきちゃって、このピンポイントでのへこみが出し切らないです。で引っ張ってで高くなったところ、この周りをまた叩いてへこませてみたいな、それをねずーっと繰り返してやってたんですけど、全然うまいこといかない。プロの伝統リペアやってる人たちってすごいですね。こううっすらへこんでるような
エクボとかでもピンポイントの傷みたいな凹みが入ってないやつ。そういうのだったらね、引っ張り出せそうな感じするんですけど、こういうね、ギュッてギュッっていうのが入ってるやつはちょっと難しそうです。あとはもうどっか裏側から本当は押せればね、いいんですけど、そういうのを入れる隙間もないので、こういうところもね、全く入らないんですよ。くっついちゃってて。だからこれは諦めかな。まあ、下側でそんな目立たないから、まあ、いっか。もう僕の技術ではどうしようもできないです。そしたら、次、塗装した面を磨いていきたいと思います。また磨きです。ごめんなさい。もうね、飽きてると思うんですけど、中途半端な仕上がり嫌なんですよ。車検も取れたんだけどさ、この状態でイベント並べちゃったんだけどさ、どうせ乗ってれば飛び石食らうし、傷もつくし、そんな変わんないんですけど、ただ、せっかくこの車を作業をやったからには、一度はビシッと仕上げたいので、塗装面を磨いていきたいと思います。今現状こんな感じ。ちょっとやっぱりほら、バフ目が、オーロラマークがギラギラしてたりとか、あとこれ、弾きっていう、このピンホールみたいな、クレーターみたいなのがところどころあったりするので、こういうのはクリアをさして、へこんでるところを平らにして、そして綺麗に塗装を磨いていきたいと思います。アルミパネル磨くよりかはね、塗装を磨くのはすごく簡単だから、これはね、そんな時間かからないと思うし、苦労せずに作業ができると思います。で、磨いていくのは、ノーズコーン、そしてフロントフェンダー左右、そしてリアフェンダーも左右。これを磨くだけなので、そんなにね、時間はかからないし、作業も簡単だと思います。ということで、まずはこの弾いてる部分、クリアさせて、クレーターを埋めていきたいと思います。よいしょ。クリアをさすのに、一回脱脂して、ちゃんとクリアが密着するようにね、やっておきます。そして、クリアを刺す。クリアを刺した場所は1箇所、2箇所、3、4、5、6箇所クリアさしました。これで赤外線で乾かしてから磨いていきます。このクリアさせたとこ高くなってるんで、カッターの刃で削って出っ張ってるところを鳴らします。そしてペーパーで研いで表面をなだらかにします。ちょっとこのまま磨くとボンネットでコンパウンドが飛び散りそうなんで、ボンネットだけ外しちゃいます。あと素手で触るとね、手の油分がついて錆びてきちゃうから、手袋してボンネットの脱着します。せっかく綺麗に磨いたからね。まんま指紋の形でね、錆びるんですよ、ボンネット。はい、それじゃあ磨いていきます。まずはウールバフに 8000LS。これ塗装を磨く用のコンパウンドね。金属磨きのやつとはちょっと違う。これをつけて磨いていきます。そして超微粒子のコンパウンドで仕上げていきます。よいしょ。艶出し。よいしょ。そして仕上げに塗装面にコーティングかけていきます。ということでボディの磨き
完成です。めっちゃ綺麗。カメラだとそんなに変わってないように見えるかもしれないけど、肉眼で見るとね、全然違います。オーラが違う。このボンネットに反射したナンバー、もうくっきり鏡面ですね。ちなみにノーズコーン、塗装面も鏡面仕上げです。もうピカピカ。ここまで仕上がってればイベントに展示しても恥ずかしくない仕上がりだったんですけどね。この状態で並べたかったな。本当にね、車の見た目違いますよ。これならね、人に見せても恥ずかしくない。ただ磨き、アルミの磨きね、まだね若干スクラッチ傷というか、コンパウンド拭き取りでついたようなこううっすらとした傷、もうもやもやした感じ、それがねまだ残ってます。で多分これね、磨きに使うウエスを変えるか、もしくは拭き取りのウエスを変えるか、またはもっと細かいコンパウンドで磨くか、なんかそんなことしないと綺麗にならなそうな感じがするので、今後もっと磨きのスキルを上げていきたいと思います。いろんな材料を使ってもっと綺麗に磨ける方法を探していきます。そして、今回作業をやり始めの段階ではアームの塗装をしたりとかワイパー塗装したりとか、いろいろまだ塗装をしてもっと綺麗にする予定だったんですけど、なんせ磨きにね4日もかけてしまったので、ちょっと磨きにね時間かけすぎちゃったから、今回はここで一旦動画を区切りたいと思います。ということで次回はこのアーム塗ったりワイパーアーム塗ったりして、もっと車をきれいにしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。